Welcome to ヒーリングボイス。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。上げ下げなしにお伝えするのが私のスタイルです。はい、そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。さて、じゃあ早速なんですけれども、今日のお題お伝えしたいと思います。なんで連絡がないのということを今日は見ていきます。まず一番左のルノルマンカード、これダブルルノルマンなんですけれども、このカードで今現在お二人の距離感や関係性を見ていきます。そしてこの2種類のタロットでなんで連絡がないか、あの人の気持ちをトータル9枚のタロットで見ていきます。そこに、このエンジェルオラクルも入れて見ていくので、こちらがあの人の気持ちです。そしてアドバイス、そして実際にじゃあいつ連絡が来るかどうかを一番右側のルノルマンで見ていきたいと思います。はい、それでは本日の3択、この3枚からお選びください。一番左の方、1番、真ん中の方、2番、一番右の方、3番になっております。気になるカードが2つある場合、両方見ていただいてももちろん大丈夫です。どうぞ直感を信じてみてくださいね。それでは本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方、このカードを選ばれた方、まず1番の方がお相手様とどういう今距離感とか関係性なのかというのを、まずこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。このカードも気になるので、じゃあ4枚のカードでまず1番の方が、はい、お相手様との今の距離感、関係性から見ていきます。ネズミ、キー、ハート、本か、キーとハート、本、付き合ってるお互いにきっと好きなんだろうと思うんだけど、こうにできない、秘密の関係っていうのも出てるんですよね。で、今これはあの人が体調が悪かったりとか、かなり忙しすぎて、なんかこの扉をね、開けることができないって言ってるんですよね。で、この扉っていうのは、例えばこれがあなたの家だったり、例えばあなたの連絡先だったりっていうこと、それが今なんかできない状態っていうことを言っているのかなと。私がまず思うに、体調不良か本当に仕事が忙しすぎてっていうのが出ているのかな。
そして免疫力が下がってるっていう風に出てるので、かなりこのお相手様疲れていらっしゃるんじゃないかなという風に思いました。で、今回ハートと本というカードも出ているので、きっとね、今からあの人の気持ち見るんですけれども、きっとあなたのことは好きだと思うけどな。なかなかこうね、本がこれ閉じてるから、やっぱりこう言えなかったり隠さなきゃいけない恋愛だったり、複雑な関係の人って多いのかもしれないんだけど、でも愛し合ってる2人なんじゃないかなっていう感じがまず、この、今回はね4枚出たんですけれども、4枚のカードからまず感じたかなということ。じゃあ実際にあの人の気持ち、見ていきましょうね。このカードを6枚、そしてこのカードを3枚、あとはオラクルカードを出していきます。じゃあいきますね。カードはシャッフルしてるんだけど、なんで連絡をくれないのか。ここかな。なんかね、ここで大丈夫そう。じゃあちょっとここまず6枚出していきますね。はい、じゃあ開いていきます。助教廷正位置、カップの4。今文章を打つのがねめんどくさいって言ってる。疲れてるのかもしれないんだけど、吊るされた男、おっと全部正位置が出ましたね。やっぱ疲れてるんだ。今このお相手様が言ってるのが、精神的になんか余裕が全くないっていうことを言っています。そしてこれは吊るされの男が出てるから体も疲れてるんですよね。かなり今このお相手様がなんか追われてる感じ、いろいろなことに。これが仕事とか、もしかしたらこのお相手様のパートナーとか、そういう可能性もあるかもしれないんだけれども、なんかねむちゃくちゃ疲れていて、本当にちょっとしたホッとする時間、そういうのもなかなかないっていうことを言ってるみたいなんですよね。だから、このお相手様、本当はねここに文字の、本がね、お相手様の気持ちとしては開いてるんだけれども、その時間と気力、それがまずないっていうことを、あの人言ってるかな。この一番のあなたのことを避けてるとかそういうことはない。違う。はい、じゃあいきます。カップの2、聖地、ソードの8、聖地というか聖地が続いてますね。はい、これもコインのキング聖地、見てください、このカードね、きちんとねリバースもよいしょね、ほらね、いっぱいあるはずなんだけど、今回ね全部正位置でねカードがね出ましたね。はい、じゃああの人の気持ちがね、すごく一番の方に対してもうごめんねっていうことを言ってる。言ってるで言っていて、一番のあなたが自分のことを信じてくれているのも分かってるんだけれども、ものすごく寂しい思いをさせていることも分かっていて、なんかねそこのジレンマで自分も余裕がなくって、で寂しいって分かってるのにごめんねみたいなのがお相手様の気持ちにはある。でもここにコインのキングの正位置が出てるから、あなたへの本気度というかずっしりした誠実な思いっていうのはすっごくあるみたいですよ。もう
心の中に必ずあなたのことがあるみたいな。なので私は気持ちの上でははっきり言って全く心配してない。むしろ時期が来ればこれは大丈夫みたいな、それがね出ていて、じゃあ今からがね本音のところを見ていくんだけど、一番深い本音の部分、このカードもシャッフルしていて、ここかな、ここで大丈夫な気がする。よいしょ、ちょっとカードとここでいいかな。あと1回ちょっとカットします。ここか。はい、じゃあここでこれはね後ろから正位置逆位置っていうのは分かるんだけど、今こう目をつぶって、カードをねカットしたら正位置だったっていう感じで、はい、じゃあいきます。あの人の気持ち、ラバーズ好き好きって言ってますよ、ラバーズ。はい、女帝のリバース、ソードの3リバース。はい、お待たせしました。ここにねこのカードも出したいので、あの人の気持ちでこのカードも何枚出そうかな。ちょっと出しますね。1枚2枚3枚でいいかな。はい、じゃあこれあの人の気持ちです。見てください、ソウルメイト。やっぱ愛されてますよね、一番の方。パッション。はい、そしてベリースーン。はいね、あの人ね、これね見て、ものすごくもう見てって感じですよね。すごく一番の方愛されてるの分かりますよね。私が心配しなくていいよっていう気持ちもきっとね、このラブラブな、皆さんラブラブですよ。もうすごいもうひっつき合っててラブラブでみたいなものが出てるので、まずやっぱり一番の人には安心してねっていうことを言いたいかな。そして、ここ一番深い気持ちのところが、ラバースでしょ。で女帝のリバースにソードの3のリバースが出てて、もうあの人がもう心の底から本当に I'm sorry って言ってるんですよね。本当にごめんねっていうことを言ってて、でもあの人はやっぱりこの好き好き、あなたのことをすごく好き好き、連絡をしたいっていう気持ちはむちゃくちゃありますよ。むちゃくちゃある。ただあの人がね、やっぱりここ女帝のリバースとソードの3のリバースが出てるから、もしお相手様に例えばこう家庭がある人とかであれば、なんかこうちょっと奥さんにこきを使われてたりとか、もしくはなんかお子さんとかこうそういうことでなんか事情があるのかなっていう感じがする。でそうじゃない方であれば、この女帝っていうのは金星っていうのはお金っていう意味もあるから、とにかくお金をやっぱりこう頑張って稼がなきゃいけないっていうところで仕事に追われている可能性もむちゃくちゃ考えられる。でも本当は連絡したいんですよ。で連絡だけじゃなくて、連絡したいし会いたいし声が聞きたいしみたいな、そういうものがすごくある。でね、ここのカードを見ていただいても分かるんだけれども、もうあなたといると本当に気持ちがものすごく安らぐし、ソウルメイトっていうことも信じてるし、とにかく本当は今すぐ会いたいし抱きしめたいしっていうのが、これがあの人の気持ち。やっぱりね、お二人私は愛し合ってると思います。愛し合ってると思う。じゃあアドバイス見ていきましょうね。はい、アドバイスは、このカードで見ていきます。1番の方。
ともうちょっと、よいしょ。はい、1番の方、アドバイス2枚かな。はい、2枚。はい、じゃあお伝えしますね。あなたへのアドバイス。見て、イエスってイエスと、あとね、ここネクストフューウィークスだから、もう長くて3週間でもそこまでかからないと思う。もう1週間から2週間でもうあなたが望むイエスっていう、きっとね、そういう嬉しい連絡が来ると思うから、まずやっぱり私は1番の方に安心してねっていうことを言いたいかな。で、ここ、1番の方に伝えたいメッセージなんですけれども、本当の自分に気づく。あなたがどれだけやっぱりお相手様から愛されているかとか、大切にされているかっていう、その気持ちにも気づいてほしいかなっていう風に、今回はアドバイスとしてお伝えしたいなと思っています。じゃあ実際に、私は2週間かからないと思うんだけど、いつね、連絡が、来るのかとか、返信が来るのかっていうのを、見ていきましょう。まずこれかな。クロス。クロス。そしてこれかな。クローバーが出た。もうね、クローバーが出たからね、私案外安心してるんだけど、じゃあ上から出していきます。コウノトリ。もうね、連絡のカードが出ましたよ。ライダー。ここでね、クロスっていうのが、これが今、あの人がやっぱりいろいろなことを背負っている。十字架をね、本当にやっぱり背負って、何かやっぱり今頑張っているんじゃないかなっていうふうに思いました。で、その後出たカードがクローバーなんですよね。クローバーっていうのが、これが幸運の印とか、知らせとか、そういう意味もあって、あの人の環境が、早くてこの2日ぐらいで変わってくる可能性があるのかなっていうふうに思いました。で、ここを1日と考えると、1,2,3,4日目ぐらいにね、このライダーっていう嬉しい知らせとか、2人の間に風が吹くっていう意味があるので、ここのね、もう4日目にはこれね、連絡来る可能性高いんじゃないかなと思います。4、私はここが高い。もうちょっと出しますか、カード。私はここだと思うんだけどな。で、5、よいしょ、6、はい、これもね、恋愛のカード。夜のデートっていう意味があるから、1,2,3,4,5,6,7。私は4日目、この動画を見ていただいて4日目ぐらいの、私これ午前中のような気がするんだけど、連絡が来て、そしてその3日後ぐらいに、これはね、会えたりとか、デートができたりとか、電話で話すとかね、そういうことも考えられるんだけれども、できると思います。なので、この4日目と7日目っていうのが、今回お伝えしたい日にちかなという風な感じで出てるので、いいカードはね、きちんとズバリ出てくれたので、安心していただきたいなと思っています。すごく愛されてるので、1番の方、安心してください。はい、これが1番の方へのメッセージです。どうぞ安心してゆっくり休んでください。おやすみなさい。
じゃあ2番の方、はい、このカードを選ばれた方、まず2番のあなたとあの人との今の関係性、こちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあこの3枚で見ていきたいと思います。はい、2番の方とあの人との今の関係性、あの人のカード、道、雲、悩んでるのか、あの人が。あの人が、これあの人なんですけれども、あの人が今あなたとどういう道を進めばいいのか、例えばこれからより例えば深い付き合いになっていくのか、そうじゃないのかとか、友達としての関係よりもっと例えば恋人になりたいかどうかとか、人によってはこのまま続けても良くないのかもしれないという意味で付き合うか別れるかみたいな、今あの人がそういう瀬戸際というか、ちょうどこのね分岐点のところにあなたとどっちの道を歩んだらいいんだろうかっていうことを、すっごく悩んでいる、悩んでいる、今だから連絡があの人から今ちょっとない状況なのかな、なぜならばあの人がまだ決断を出せていないから、それが今の段階では見えるかなと思いました。じゃあ、もっとあの人の気持ち、こちらのタロットで6枚、このタロットで3枚、はい、そしてこちらのカードも使って見ていきますね。はい、じゃああの人がね今悩んでいる、それがねすごく出たんですけれども、もう少しあの人の気持ちをここでいいかな、ちょっと待ってくださいね。あと1回カットしますね。ここかな、さて、じゃあまずカードをこのカードから6枚出していきます。はい、あの人の気持ち、コインの7か。今ね過去をすごく振り返ってるんですよね、あの人は。今の出来事が現状があるとすると、やっぱり今未来のために今どうすべきかっていう振り返りをしている。これがねまずあの人のファーストカードで出ました。2枚目、ソードの3。心がね、ここハート、心が傷ついているんですよね。
なんか心をあの人が閉ざしている可能性もあるかもしれないし、でもなんとかこう上を向いていきたいっていう気持ちもある。3枚目忍者聖一、あの人がねすっごく慎重になってるかな。これ忍者っていうのはホロスコープでいうと水星、コミュニケーションを表すんだけれども、そのコミュニケーションに対してすごくあの人がこの暗闇の中でランプを持っているぐらい、なんか一歩一歩慎重になっているっていうことを表しています。で、今あの人がやっぱり考えているのは事実みたいです。あなたとのことをどうしたらいいんだろうか。だからこう今はなんかイエスもノーも含めてなんか気楽な連絡、そういうのもなかなかできないというか、あえて今は引いてるっていうことをあの人が、まず言ってるのかなと。はい、そしてここ、じゃあ今度は中間意識を見ていきます。コインのナイト、また聖一が出ました。ストレングス、気持ちはねある、あなたに対して。はい、運命の輪のリバース。これはここでね運命の輪のリバースは出てるんだけど、あなたに対して本気、強い気持ちはすごくあります。で、あの人っていうのがどっちかっていうとこう自分のペースでこう進んでいきたいマイペースなタイプの方、もともとこう慎重な部分っていうのもあるんですよね。仕事もものすごく一生懸命頑張る真面目な方、ただ自分でこう決めたいっていうのがあるのかな。その自分で決めるための答えがまだ自分でこう確信が持てない。だから今の今はあなたとこのまま離れた方がいいのかなっていう気持ちもあったり、でもすっごく強い気持ちもあるんですよね。本当にあの人の中で思いはあるんだけれども、本当に狭間で悩んでる、揺れてるっていうのは出てます。でもね、ここの気持ちはねすごく強いですよ。じゃああの人の深い深い本音を、はい、こちらのカードで。あと1回カットします。ここかな、よいしょ。カットしてる時は目をつむってるんですけれども、はい、あの人の本音、ワンドの9、これねあなたからのね連絡待ってる待ってるのか。悩みながらもね、なんか自分のことをこう気にかけてほしいとか、忘れないでほしいとか、そういう気持ちもある。そしてワンドの6のリバース、怖がってるんだね。はい、そしてはい、一番深い本音はカップのナイト、好きじゃんみたいな
2番のね、あなたのこと、好きなんだね。ここでね、好きなんだけど、本当はね、もうここにカップのナイトっていう恋愛で出るとすごく嬉しいカード。もう恋愛としてあなたのことを異性としてすごく素敵な人っていうふうに思っていて、あの人の中ではなんかこう自分が隣にいるのが似合わないんじゃないかというか、こう、自分を認めることがなかなかできないって言えばいいのかな。少し自己肯定感が低い方なのかもしれない。なんか自信がないっていうことをあの人が言ってるんですよね。あなたのことは好きだからかな。好きでなんか隣にいるのが自分で、ふさわしくないというか、なんか自分のことをすごく卑下してるような、そういう感じがしました。こちらのカードも、ちょっと一緒に見ていきましょうね。これもあの人の気持ちで見ていきます。はい、じゃあ開いていきます。はい、あの人の気持ち、チルドレン。なんか年齢差とかあったり、あなたにお子さんがいる、あの人にいる、ソウルメイト。本当はやっぱりね、好きなんですよ。2番さんのことが。はい。ちょっとまたこれが複雑な恋愛だったら、なんかこのね、子供が例えばね出たこととか、こうなるほどなって思うところもちょっとあるんですけれども、こうあの人が今こう悩んでいるのが、もしこれがお相手様、複雑な関係の方であれば、例えば、実際にこう子供の問題、そういうことがあったり、例えばあなたもね、こう将来子供が例えば欲しいんじゃないかとか、なんかそういうことで、こうあの人が非常にこう真剣にこうシリアスに考えているのかなっていう感じがするんです。で、こうだからこそあなたになんかここで自分から離れる方がいいんじゃないかみたいなことをあの人は考えているのかなと。でもあなたのことはとってもね、もちろん大好きで、こんなになんか性格も例えば体も合う人はいないっていうことをあの人は分かってるんですよね。でもやっぱりもうあなたのことはやっぱり好きで好きでしょうがない、好きなんだけど、なんかこう新しい恋をした方がいいんじゃないかっていう、こう苦渋の決断みたいなものが感じられる部分もある。でもね、あなたのことは本当に大切な人っていうのは出てるんですね。で、今度は複雑な関係じゃない方っていうと、なんかこうあなたの隣に立つのは自分は申し訳ないみたいな、そういう気持ち、こうなんか後ろめたさみたいな、そういうものがあって、今あの人はなんかこう本当にどうしたらいいんだろうっていうことを考えているんだけれども、でもやっぱりあなたのことはやっぱりすごく大切だし、こう自分の気持ちをあなたにやっぱりこうきちんと言いたいな、もう一回頑張ろうみたいな、そういうことをあなたに伝えたいっていうことが、このお相手様の深い深い本音っていうことが出ました。なのでこの2番の方は複雑な恋愛の方であっても、そうじゃない方であっても、なんかあなたに対してやっぱりこう新たに頑張りたい
自分の気持ちをあなたに伝えたい、本当はこういうふうにね、例えばこうもう一回きちんと例えば付き合ってくださいとか、例えば結婚を前提にとか、例えばプロポーズをしたいとか、そういうこう新しい関係のラブをあの人は考えているみたいです。この今悩んでるって出たんだけど、この悩んでるあの人が出そうとしてる道っていうのは、あなたとの新しい未来、それをあの人は考えているんじゃないかと今回感じています。じゃあアドバイス見ていきたいと思います。はい、アドバイスが3枚かな。はい、じゃあアドバイス2番の方見ていきたいと思います。イエス、すごい。コミュニケーションが取れるって出てて、あの人がやっぱりね、きちんと道を指し示してくれるっていう風に出てるんですよね。これと一緒。やっぱりね、僕と私となんかこうしていきましょうみたいな、そういう新たな提案があの人からありますよっていうことを言っていて、でコミュニケーションがクリアになるっていうことはイコール連絡が取れるとか連絡があるっていうことだし、あの人がきちんと今こういうふうな迷っている状況なんだけれども、でもなんかね、君とこういうふうになっていきたいんだっていうことを、指し示してくれるよ、だから安心してねっていうことを言ってくれているような気がする。そして2番の方にお伝えしたい言葉がありのままでというこの言葉が出ているので、あなたのありのままの大切さ、そしてあの人との関係っていうのもこれだけ素直に居心地がいいものだよねっていうことを言ってくれてるのかなと思いました。じゃあ実際にいつぐらいに連絡が来るのかとか、あの人が迷っている状況からきちんと答えを出してあなたに嬉しい連絡をしてくれるのがいつなのかを見ていきたいと思います。まずはこれかな。はい、あなたのカード。じゃあ次もういきますね。もうライダー連絡のカードが来ましたこれね、お相手様がここで待ってるって、あなたからの連絡を待ってるって言ってたんですね。悩んでいる、でもあなたからなんか連絡が来ると、あなたからの動きがあると嬉しいっていう風に言っていて、で今回出たのがまずあなたのカード。あなたから動くことによって速攻、例えば既読になったりとか返信が来たりとか、ここで動きがあるって出てるので、あなたがいつ動くか、そこからもうお二人の恋っていうのは再び動き出します。今あなたももしかしたら、例えばあの人が悩んでるって分かっているのであれば、少し時間をいわゆるあげるっていうのもいいのかもしれない。で、私からお伝えしたいのは、その時間を例えば数日でも、もしかしたら人によってはね、1週間とか10日とか、なんかそういう方とかもしかしたらいるかもしれないんだけれども、あなたがいいと思った時に連絡をすることがもうこの恋の再スタートの時になるのかなと。で、
今ねここで29という数字が出ているので、29日今年ウルー年だしね、例えば2月の29っていうのもありだし、今から29日後にあなたから動き出すっていうのもありかなと、そうすることによってもうすぐ連絡が取れたりとか返信が来たりとかそういうのがね出てるので、まずは軽い連絡でもいいと思うんですよ。重い連絡じゃなくって、それでもあなたから動くことによってこの恋は動きますというものがものすごくはっきりと出てくれました。複雑な恋愛の方であってもそうじゃない方であったとしても、あの人はあなたに対して、これからこうしていこうっていうそういう嬉しい提案、告白、そういうのをしてくれるんじゃないかなという予感です。はい、これが2番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、それでは3番の方、このカード選ばれた方見ていきたいと思います。なんで連絡をくれないのか、いつ連絡をくれるのか。まず3番の方とあの人との関係性をこちらのカードで見ていきます。4枚かな。はい、じゃあこのカードで見ていきますね。はい、じゃああなたとあの人、はいきワンちゃん、月、手紙。3番の方はもしかしたら友達以上恋人未満っていう人もいるかもしれないし、本当にお付き合いしてすごく長いというか年単位みたいな、そういう方もいらっしゃるのかなっていうふうに思いました。3番の方、まず問題があるようには全く見えない。ここで、妊娠とか結婚とか、そういう人によってはその次のステップに行きたいっていう方もいるのかなっていうふうに思いましたし、もし友達以上恋人未満であれば、それこそお二人の信頼関係はがっしりとしてるので、スムーズに恋愛に移行できるんじゃないかなというふうに感じているので、大きな問題はお二人の間に私は見えなかったですね。じゃあなんで連絡がないのかとか、あの人の気持ちをじゃあ見ていきたいと思います。まずこちらのタロットで6枚カードを出していきます。
かな。はい、じゃあ開いていきます。まずファーストカードはワンドの6のリバース、ソードの8のリバース、カップのページ。はい。今あの人がなんかね弱気になっているみたいなんですよね。もしかしたらちょっとこう、気になる人、みたいなこう存在ができたのかなって今思ったんだけど、それももしかしたらこうなんかちらっと、あるのかな。そこでちょっとね悩んでいるのかなっていう風にも見えました。もう少しねこう掘り下げていくんですけれども、あの人が今、表向きのお二人の関係は私はね問題がないように見えたんだけれども、あの人が3番のあなたにこう見せていない、苦しみとか悩みとかそういうものがあって今こう連絡がしづらいとかなんかできないとかそういうものが少しあるのかな。ちょっとねこれがあなたを表すのか別の誰かを表すのかもきっとカードが教えてくれると思うので、じゃあもう少し見ていきましょう。はい、ワンドのエース、正位置。はい、コインのページリバース、コインの4のリバース。はい、これがあの人の中間意識になっていて、中間意識ではここでねあなたのことを失いたくないっていう気持ち、それはすごくあるんですよね。ですごくあるし、なんかいい加減なんか新しいスタートを切りたいっていう気持ちもあるみたいなので、なんかあの人の中でこれねやっぱり別の人じゃないかなと、思いました。あなたへのなんかこうセクシャリティもそうだし、あなたとこう新しいスタートですね。すごくこう情熱の炎がブワーってなんか湧いているっていう風なものがあり、でそこで臆病な気持ちとなんか関係性が壊れるんじゃないかっていうそういう不安もあるみたいなんですよね。でもあなたとなんかこっち行こうよみたいな、そんなね前向きな気持ち、不安なんだけど前向きな気持ち、それが出てるかな。じゃあ今度はこのタロットであの人の深い本音を見ていきたいと思います。カードをカットするときは目を閉じてるんですけれども、じゃあこのカードでいきましょう。はい、あの人の気持ち、コインの5リバース、コインのクイーン正位置ですね。ソードの3リバース、この3番の方とお相手様の間で、なんかこう価値観だったりとか、お金の使い方とか、例えばこうお給料の面とかそういうものでもしかしたらこう少し経済的格差
というものがあるのかなっていうふうにも思ったんですね。あの人があなたに対してなんか今の生活レベルを保証してあげれないとか、こう将来のあなたのことをなんかすごくあの人が悩んでるっていう感じかな。例えば次のステップに例えば行くことによってなんかね、例えば仕事と家事とかなんかそういうことに例えばなんか負わされてしまうとか、なんかそういう現実的な、悩みっていうのがあの人の中にあるのかなっていう感じで、このね、将来例えば子供が生まれた時、その2人の家計とか、入ってくるお金、出ていくお金とか、そういうところまであの人が考えてるとか悩んでるとか、そういうすごく現実的な問題として、なんかあの人が苦しんでるって言えばいいのかな。今さっきから、ここもコインでしょコインがねすごく出てるんですよね。これってやっぱり現実的な問題とか金銭的な問題、仕事のことっていう意味もあって、なんかそういうものがあの人の中でクリアに、できていないのかな。だから今なんか自分から連絡をする勇気がないみたいな感じが出てるんですよね。でもここでカップのページ、バンドのエース、そしてコインのクイーンっていうあなたのことを異性として見てるし、例えば可愛らしさとか天然っぽさとか、例えばあなたの声とか喋り方とかもすごく好きっていうことを言ってるし、なんかこういう問題がありながらもあなたとやっぱり頑張っていきたいんだっていう気持ちは見えるかなというのはお伝えできるかと思います。このカードで、あの人の気持ちもうちょっと見ていきましょう。じゃあこのカード、このカード、これかな。これもちょっと気になるので、じゃあ4枚、引いていきましょう。あの人の気持ち、やっぱりね、あなたのことをあの人は守りたいって言ってるんだよな。やっぱりこのね、新しいスタートとか告白、プロポーズっていうことも考えられる。そしてここで2枚出たんですけれども、アトラクションとメイクザエフォート。あなたのことをね、すっごく思い出してますよ。考えてるし思い出してるし、あなたとのこのスキンシップ、そして将来のこと、例えば子供のこと、なんかそういうふうなことまであの人はやっぱり考えてるなと、思いました。すごくなんか真面目な方だと思います。真面目な方でとても現実的で、あなたに苦労させたくないみたいなそういう気持ちがあって、今好きなんだけど大切な人なんだけれども、あの人の中ではモヤモヤ感みたいな、そういうものがまだ抜けてないというか、どうしたらいいのかっていうのがあの人の中では
わからないのかなっていうふうに思いました。で、今の2人の関係性を見てるとやっぱりとっても仲いいし、私はきちんと会えてるし連絡も取れてると思うんです。なのでいつ連絡が来るかっていうのも、それはもう連絡が取れてるし会えてるから大丈夫。ただお伝えしたいのが、こういうリアルな悩みに関してお互いに本音で話し合うことが大切なのかなとか、例えば将来結婚を考えているのであれば、例えば子供が欲しいかどうかそうじゃないかとか、共働きになるかどうかとか、そういうリアルな、いわゆるシチュエーションというか、お互いの本音をやっぱりぶつけ合うこと、きちんと伝え合うことが、今の3番のあなたにとって、そしてお相手様と一緒に次のステップに行くための、オープンな話し合い、それが必要なのかなというふうに感じています。3番の方にまず伝えたいメッセージっていうのが愛の力なんですよね。なので愛の力をまず信じてほしいかなと。そしてアドバイス。さあ、どんなアドバイスが出るか。これかな。3枚かな。はい、じゃあこちらの3枚が3番の方へのアドバイスになります。はい、まずね出たのがリマインポジティブ、そしてin near in the near future、 もう今日でも明日でも明後日でもみたいな、もうむちゃくちゃ近日中っていうふうなことを言ってて、であなたが用意でき次第 You are ready なので、このカードが言ってくれているのが、まずあなたは何の心配もいらなくって、あの人とうまくいくんだっていう、そういう気持ちとか、あの人の前で笑顔でいること、それを忘れないでねっていうことを言っていて、で、先ほどのこの話し合いの件なんですけれども、近々、きっと行われるだろうと、むしろ行った方がいいのかなっていうふうに思っていて、それはあなたが、話し合わなきゃとか、このことはきちんと伝えたいとか、そういうふうにあなたが心の準備ができた時が、きっとそれがね近日中にできると思うんだけれども、それが2人のいわゆるスタートの時ですよっていうことをこのカードは言ってくれているような気がします。今回ね、連絡がいつっていうよりも、あなたから例えばねこの話を2人の問題に対して、今お二人はうまくいってるので、うまくいってるんだけれども、心のお互いの悩みとかをきちんと伝え合うっていう意味で、いつがいいのかなっていうことを3番の方に関してはそういう見方をしていきたいと思います。まずこれかな。リング、結婚とかね、約束とかそういうカードが出て、そして月ね、ここと一緒のカード、もう恋愛結婚とか婚約とか、もう恋に恋愛にきちんと結婚を前提に付き合っていきますよとか、そんな流れになりそうですよ。なりそうだし、時期がね、早かったらね今月中です。これ今見ていただいているのであれば、例えば2月の25とか、それから、32だから、例えば3月の上旬とか、もうその頃にはきちんと2人でき
ちんとした約束をするっていう感じが出てるかな。次のカードは鳥。これもコミュニケーション、お互いの思ってることとかを伝え合うっていうことが出てるから、やっぱり将来のことに対して、きちんともう話し合っていくといいよっていうことを言っている。今回ね、リングと月と鳥ね出てるので、やっぱり結婚に対してとか、きちんと付き合うことに対してとか、すごくお互いがきちんと約束をし合うっていうこと、それを、言ってるような気がしますよ。なので日にちもね、2月の25とか、あとは、3月の上旬までっていうのも言えるし、もう少ししっかり様子見たいっていう方であれば、3週間とか、そういうそれぐらいもありえるのかな、いいのかなっていうふうに思いました。なので、すごく自然な形で次のステップに行くような感じもするし、あの人が真面目だからこそ、あなたとのことをきちんと考えてるからこそ、こういう風なものに対して悩んでいるような気がします。で、悩んでいることに対して、オープンになってみましょうみたいなことが今回出てるので、頑張れるんじゃないかな。2人の愛の力をぜひ信じてほしいなと思いました。はい、これが本日のリーディングです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。